勘違いがものすごくひどい人は、自分を奴隷のように感じ、役に立たないとここにいてはいけない。立派でないと生きていてはいけない。迷惑をかけるだけだから早く消えたい。このように本気で思っている人もいます。もしかしたら、ものすごく自己中心的な親に、親が生き延びるための、親が楽するための、親がいい思いをするための道具にされ、親の役に立たなかった時は、ものすごく責められて育ってきたのかもしれません。人間は誰かの役に立たなくても、また人より優れていなくても、生きていていいんです。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。これは例え話ですが、肺炎で咳が出ているのに、自分が咳が出ていることに気づいていなければ治しようがありません。また、肺炎で咳が出ているのに、風邪で咳が出ていると思って風邪薬を飲み続ければ、体はおかしくなっていきます。アダルト・チルドレンは、このような勘違いがものすごく多いんです。でも、勘違いしているとは気づいていません。だから、なかなか回復が進みません。どういうことかというと、アダルト・チルドレンの問題は、頭の中の問題だったり、心の問題なので、見えません。なので、多くのアダルト・チルドレンは、自分はなんとなくおかしいということには気づいているのですが、でも具体的にピンポイントで自分はこことここがおかしいとは気づいていない人が多いです。また自分は A なのに自分は B だと勘違いしていたら、現実世界ではトラブルばかりが起こり、アダルト・チルドレンは悪化してしまいます。アダルト・チルドレンを克服するには、自分がしている勘違いに気づく必要があります。なかなか気づかないのですが、毒親から植え込まれたネガティブな思い込みに気づくことが必要です。勘違いをしている人が自分が勘違いをしていることに気づき、勘違いを直せたら確実に今より生きやすくなります。今日はアダルト・チルドレンがなかなか気づかない陥りがちな勘違いについて話します。1、アダルト・チルドレンに多い勘違い。2、勘違いをしている人の問題点。3、どうすればいいかという対策。4、ポイントの振り返りと補足。5、すぐにできること。このような順番で話します。アダルト・チルドレンに多い勘違いから話します。まずは、愛されなかったことから来る勘違いです。アダルト・チルドレンは十分な愛情を親からもらえなかった人が多いですが、人は愛されずに育つと勘違いが多くなりがちです。すべてこうなるというわけではないし、他のルートもあるので、一例ですが、親から認めてもらったり、褒めてもらったりしていない人は、自分は何の価値もないという勘違いを作りやすくなります。あるいは、子供が自分の役に立たないと怒る親とか、不機嫌になる親に育てられた人は、自分は迷惑な存在という勘違いを作るかもしれません。あるいは、実際の自分では親が満足してくれず、いつも立派を求められて育った人や、失敗を厳しく責められて育ったような人は、自分は恥ずかしい存在
という勘違いを作りやすくなります。そしてどんな小さなミスでも、ミスをすると自分の存在全体を否定されていると勘違いするかもしれません。こうなると、失敗はとんでもなく悪いものだという勘違いにもつながります。そして失敗をする自分が愛されるということが信じられず、成功しない限り自分は価値がないという勘違いを作るかもしれません。他にも、親にさえ愛されなかった人は、自分を好きになってくれる人などいるわけないという勘違いを作るかもしれません。また、親に興味と関心を持ってもらえなかった人は、自分は人間として魅力がないという勘違いを作るかもしれません。次に、世の中は小さい頃の環境や小さい頃の親と同じという勘違いです。例えば、ありのままの自分を否定され、厳しく理想の子供になることを要求されていたような人は、大人になっても自分を取り巻く世界にとても厳しい要求を突きつけられているように感じているかもしれません。そして、このような人は一方的に怒られて育っているので、何かトラブルが起こると、すべて自分のせいと考えるようになるかもしれませんが、どちらも勘違いです。このように、毒親が独裁者だったということは、毒親の評価がものすごく大事だったということです。そこで子供は自分で自分の評価ができなくなり、自分の価値は他人の評価で決まる。このような勘違いをしやすくなります。それだけではなく、他人に低く評価されることや嫌われることは、自分の人生において、ものすごくやばいことが起きたように感じがちです。確かに、一人では生きていけない子供の頃は、親に嫌われることはものすごくやばいことだったんです。でも、大人になり環境が変わっているのであれば、これは勘違いです。他にも、心が未成熟で自己中心的な親に育てられたような人は、あれしなさい、これしなさい、なんでこれしてないんだと、自分の欲求は無視されて、親の欲求を全部満たさなければならなかったので、大人になっても自分の欲求は犠牲にして、他人の欲求にばかり気を使う傾向があります。このような人は、愛情や承認を得るためには、常に他人の欲求を優先しないといけない。そうしないと嫌われる。と勘違いしているかもしれません。また、不満な時に不満と言ってはいけない。嫌な時に嫌と言ってはいけない。など、感情を表現したら嫌われる。このような勘違いを作っているかもしれません。他にも、黙って外出をすると激しく親に怒られて育ったような人は、大人になっても黙って外出すると配偶者に怒られるんではないかと思っているかもしれません。だから、ちょっとその辺に出かけるときに、いちいちどこどこに行ってくるといらない報告をするとか、休みの日に遊びに行けない、遊びに行くなら恐る恐る言い訳をする、このような人も多いです。あげればキリがないのでこれぐらいにしますが、要するに親との間でできた感じ方を親以外の人にもしているということです。
勘違いをしている人の問題点はいろいろなところに出ますが、自分に対する問題点と対人関係の問題点と分けて考えてみたいと思います。でも、その前に共通の問題点として、どちらの問題点も勘違いに気づくのはとても難しいという問題に触れておこうと思います。我々の脳は一度強く思い込むと、後の人生においてその思い込みを肯定する情報ばかりを採用し、自分の思い込みを否定する情報は無視したり軽視する傾向があります。これを確証バイアスと言いますが、確証バイアスがあるということは、無自覚で生きていると思い込みをどんどん強くしていくということです。そして勘違いであっても強く信じているとそれが現実になってしまいます。強く信じていれば現実になるというと宗教的に聞こえるかもしれませんが、ここではそのような意味で言っているのではなくて、自己達成予言が生じるので現実になるということです。自己達成予言とは、例えば自分は魅力がなく誰からも愛されないと強く信じている人は告白をしません。あるいは女性なら恋愛をしたいと思っていたとしても、私は恋愛に興味がありませんという空気を出します。その結果として本当に誰からも愛されなくなります。つまり強く思い込んでいると、その思考に伴う行動をするので、実際にそうなってしまうということです。こうなると、勘違いだとしても、勘違いとはなかなか気づけません。この問題は自分に対する問題点にも、対人関係の問題点にも現れます。それでは自分に対する問題点から考えてみましょう。まず理解しないといけないのは、毒親育ちの勘違いは、ポジティブな勘違いではなくて、ネガティブな勘違いをしているということです。そして確証バイアスが働いているから、それが真実としか思えません。ネガティブな勘違いが真実としか思えなければ、自己肯定感や自己評価が低くなります。そして例えば、自分は劣っていて恥ずかしい存在と思い込むようになります。このことは実際はそうでなかったとしても強く信じていれば、実際に自分は劣っていて恥ずかしい存在という惨めな気持ちや自己蔑視を味わっているということです。味わわなくていいネガティブ感情を味わっているということです。また、自己評価が極端に低い人は、自己評価が低いことを補うために、あるいは小さい頃からの親との関係でできた勘違いのために、常に完璧でなければならないという過剰な要求を自分にしがちです。こうなると自分に対する過剰な要求は達成できないことが多いので、さらに自己評価を下げます。また、アダルト・チルドレンは愛されずに育っているために、もともと依存心が強い人が多いですが、自己評価が低いと自分を信じられないので、さらに他人に依存する傾向が強くなります。こうして余計に依存心が強くなります。そして依存心が強くなればなるほど自分に自信が持てなくなります。そこでさらに自己肯定感や自己評価を低くしています。
悪循環です。こうして過度な依存を続けているとどんどん弱くなっていくから、他人に嫌われることがどんどん怖くなっていきます。他人に嫌われることがものすごく怖くなると、もう自分の欲求どころではありません。自分の欲求は放棄して、他人の欲求を満たすために生きていくようになります。こうしてどんどんストレスを溜めていきます。自分の人生なのに、これでは何のために生きているのかわかりません。そして大事なことは、自分の欲求を放棄して周りのために生きなさいとは誰にも言われていないということです。一人相撲で勝手に勘違いして、勝手に自信を失って、勝手に周りに怯えているということです。ここで言いたいことは、勘違いをしていると、芋づる式にこのような悪循環にはまり、アダルト・チルドレンの改善とは逆の方向に進んでしまうということです。そして、このような自己肯定感や自己評価の極端な低さや、自己憎悪やストレスの極端な高さが、うつ病や不安障害などの心の病に発展するリスクを高めます。心の病までとはいかなくても、確実に自分を生きづらくさせたり、自分を苦しませています。まだ続きがあります。ここまで自信を失ってしまうと、さらに悪いことは、自分はとても重症だ。自分の症状は誰よりもひどい。したがって自分は変われない。このように感じやすくなります。その結果、アダルト・チルドレンの改善も難しくなります。次は対人関係の問題点です。ここでは周りの人を親と同じだと勘違いしていて、他人はすぐに怒る。他人は怒ると何をするかわからない。だから常に他人の欲求を優先しないといけない。そうしないと嫌われる。心の奥にこのような感じ方がこびりついている人の問題点を考えてみましょう。このような人は過度に自己防衛をします。例えば、表面的な関わりしか持とうとしない。人間関係の距離感を縮めようとしない。自分の方からは話しかけない。逃げるように人を避ける。このように過度に自己防衛をしていれば、コミュニケーションが取れないだけではなく、人間関係のトラブルが生じやすくなり、嫌われやすくなります。これも自己達成予言です。さらに人が怖い人は、自分を完全に犠牲にして周りに服従しがちです。このような人は意識はしていなくても、無意識にどんどん怒りや憎しみやストレスが溜まっていきます。人は憎しみが溜まりすぎると、陰で嫌がらせをするような嫌な人になります。バレないように気をつけていても、どうしても緊張しているとか、笑顔が出ないとか、目が笑っていないとか、非言語的なところは隠しきれません。こうなると、なおさら人に嫌われてしまいます。アダルト・チルドレンが周りに嫌われてしまうのは、いろいろな理由があるのですが、自己防衛が強いことも、人が怖いことも、憎しみを溜めていることも、その原因の一つです。ではどうすればいいかという対策です。勘違いの問題の難しいところは、さっきも言ったように、
確証バイアスや自己達成予言で事実としか思えないというところです。でも、事実としか思えないのは、確証バイアスや自己達成予言を知らなかったからです。確証バイアスや自己達成予言を知って、自分にもそれが働いている。だからそうとしか思えないのかもしれない。ということが理解できたら突破口が開けます。例えば、定期的に自分の思考を振り返り、これは本当に現実的な思考だろうかと問い直すことができるようになります。そう言われても、自分が長いこと勘違いしていた思い込みは間違っていたとはなかなか腑に落ちない人も多いと思います。そのような人は次のことを考えてみてください。自分が認知の歪みを持っているように、あるいは確証バイアスで現実に気づけないように、毒親もまた毒親のバイアスがかかっているんです。毒親育ちは、その毒親のバイアスのかかった言葉を毎日毎日聞きながら育ってきたんです。例えば、小さい頃に親に怒鳴られてきた人もいるかもしれません。小さい子供は無条件に親を正しいとし、悪いのは自分だと解釈します。でも、もう一度言いますが、毒親は毒親のバイアスがかかっているんです。あるいは、配偶者に向けられないイライラを子供に向ける親も多いです。しつけと称した、あなたのために言ってるのが、本当に子供のためだったのか、単なるイライラのはけ口にされていただけではないのか、と考えてみる必要はあります。また、心が未成熟の親は、子供より自分を優先にしますが、多くの場合、これは悪意からの行動ではありません。この親も、またその親に甘えられなかったということです。だから心が成長していないんです。親に甘えられなかった人にとって、甘えは欲しいものではなくて必要なものです。だから無意識で子供にまで甘えてしまいます。それでいて心が成長していない親は子供の甘えに耐えられません。子供が欲求を満たそうとすると怒りになります。ということは、心が未成熟の親のもとに生まれた人は親に甘えられないということです。親に甘えようとすると、うるさい、何甘えてんのと甘えを拒否されることになります。このように心が未成熟の親に甘えを拒絶された子供は、甘えはいけないことだと勘違いをし、甘えたいという欲求を抑圧しているかもしれません。でも、さっきも言いましたが、甘えは欲しいものではなくて必要なものです。子供は別に欲しいからとわがままを言っているわけではありません。小さい子供が親に甘えるのは悪いことではありません。それなのに、甘えたいという欲求をシャットアウトした人は、毒親のバイアスがかかった言葉を信じた結果、甘えはいけないことだと信じているということです。ここでは甘えを例に出しましたが、もちろん甘え以外にも
このような毒親のバイアスで勘違いが生まれることは多いです。例えば、失敗は取り返しのつかないことだ。失敗は許されない。成功しなければ生きている価値はない。みんなができることは自分もできなければいけない。他人に嫌われることはものすごくやばいことだ。これらは毒親バイアスでできそうな勘違いです。失敗は悪いものではないし、生きられるように生きればいいし、他人の評価はどうでもいいことだし、別に親しくもない人に嫌われることは、それほどやばいことではないです。自分は心が未成熟の親に育てられたと思う人は、このことをよく考えてみてください。その上で、自分が信じているネガティブな思い込みは間違っているのではないかと考えてみてください。そして考えるだけでは脳は納得してくれないので、現実の中から証拠を探してみましょう。ここでもう一度確証バイアスを思い出してください。確証バイアスは、強く思い込んでいることを肯定する情報ばかりを採用し、自分の思い込みを否定する情報は無視したり軽視する傾向があることを言いました。なので、自分の思い込みを正当化する証拠を集める方が簡単です。最初にこの簡単な自分の思い込みを正当化する証拠を集めましょう。例えば、自分を好きになってくれる人などいるわけない。この思い込みを検証するなら、自分を好きになってくれる人などいないという証拠を集めます。現在恋人がいない。現在友達が少ない。会社で孤立している。こんな感じになったとします。自分を好きになってくれる人などいないという強い思い込みがある人は、無自覚で生きていると、このような思考ばかりが浮かぶと思います。なので今度は無自覚ではなく、意識的にこの逆の証拠を集めましょう。もし自分では逆の証拠がわからない人は、信頼のできる友達に聞ければ一番いいのですが、そんな人いないという人の方が多いと思います。そうであれば、思い込みを正当化する証拠で集めた、現在恋人がいない、現在友達が少ない、会社で孤立している、この状況を別の角度から見ると、どんな見方ができるだろうかと考えてみてください。あるいは過去の成功体験を考えてみるのも良い方法です。例えば、去年までは恋人がいた。数人だけど友達もいる。子供は私を好きだと言ってくれている。こんな感じになるかもしれません。思い込みの反証が出揃ったら、客観的に現実に合っているのはどっちかと考えてみてください。アダルトチルドレンはネガティブ面を拡大してみる傾向が強いです。例えば、少しは友達がいるのに、自分には友達がいないと言ってみたり、仕事でミスをしただけで、自分は人間全体としてダメ人間だみたいな捉え方をしがちです。そういう極端な偏りを現実に合ったように捉え直しましょう。このケースで言えば、自分を好きになってくれる人などいないというのは言い過ぎだな。確かに今は恋人はいない。でも
過去に好きになってくれた人もいたし、今も少人数だけど友達もいるのだから、今後も好きになってくれる人はいるだろうとなるかもしれません。これは別に無理やりにポジティブな思考をしているのではなくて、現実に合わせただけです。現実に合わせた思考ができたら、それをノートに書いて何度も何度も自分に言い聞かせましょう。1週間や2週間で書き換えられるものではないので、何億回も自分に言い聞かせましょう。何億回というのは多少オーバーな表現ですが、それぐらいの覚悟が必要です。次に、今の環境や今周りにいる人を小さい頃の環境や小さい頃の親と同じという勘違いをしている人です。このような人は、まずそのことに気づくことが大切です。A さんも怖い、B さんも怖い、C さんも怖い、あの人も怖い、この人も怖いという人は、本当は小さい頃にそばにいた人を恐れているのではないかということです。そう言われても我々は脳の中で踊らされてしまうので、自分の勘違いにはなかなか気づきません。本を読んだり動画を見て勉強することも必要です。また自助グループなどで他者の経験や他者の具体的な対処方法を聞くことでも学べます。学んで心の仕組みが分かってくると、勘違いに気づきやすくなります。ではポイントを振り返りながら補足します。人は言葉すら知らないゼロの状態で生まれてきて、育っていく間に少しずついろいろなことを覚えていきます。もし80の状態で生まれてくるとしたら、人間はそれほど違いは出ないと思いますが、ゼロスタートなので、A さんと B さんと C さんと D さんと E さんと自分とでは頭の中身は全く違います。自分だけ勘違いをしているということはありえます。そして問題が多く出るのは毒親に育てられた人です。歪んだ親に育てられれば小さい頃からいろんな勘違いを作ります。例えば劣等感がとても強い親は、ありのままの自分やありのままの子供がとても恥ずかしく感じます。そこで世間の目が気になりすぎて、子供が失敗した時に、だからもっと勉強しろと言ったでしょうと怒るかもしれません。あるいは、何やってんのみっともない。大きな声出さないの。隣に聞こえたら恥ずかしいでしょう。よそ様に迷惑をかけるな。このようなことが口癖かもしれません。あるいは自分に価値を感じられない親は価値を感じたくて、誰がここまで大きくしてあげたと思ってるんだなどと子供に恩を着せながら育てるかもしれません。こうなると子供は、自分は恥ずかしい存在、自分は迷惑な存在、自分を好きになってくれる人などいるわけない、自分は人間として魅力がない、このような勘違いを作るかもしれません。それから大人になって環境や周りの人が変わっても、小さい頃と同じように感じている人も多いです。つまり親に責められて育った人などは、親と離れて暮らすようになっても、周りの人は隙があれば自分を責めてくると勘違いをしているかもしれません。
また何かあるといつも親は怒るだけで、落ち込んでいる自分の気持ちを一度も理解してもらえなかったような人なども、周りの人をみんな敵のように感じているかもしれません。そして自分は何も悪いことをしていなくても、相手が怒っていると、なんか自分が悪いことをしてしまったかのように感じているかもしれません。他にも心が未成熟な親に力で甘えられてしまったような人は力で強引に自分の欲求を押し通してくるから怖い。だから自分の欲求を犠牲にして相手の欲求を叶えないと攻撃される。このような勘違いをしているかもしれません。毒親育ちはこのようにネガティブな勘違いをしがちですが、ネガティブな勘違いをしていると心はどんどん弱くなっていきます。どんどん自分に自信を失っていきます。どんどん孤立していきます。そこでいつしか自分だけはものすごくひどいと感じるようになり、自分は変えられない。自分はアダルトチルドレンから回復できない。このように感じるようになるかもしれません。現実を現実通りに見ずに勘違いをしていれば、心はどんどんおかしくなっていきます。勘違いをしているのであれば、現実に合った感じ方に戻す必要があります。ただ難しいことは、脳は強く思い込んでいることを肯定する情報ばかりを採用し、自分の思い込みを否定する情報は無視したり軽視します。だから勘違いをしているということにはなかなか気づけません。さらに勘違いしていると、その勘違いに適した行動をします。例えば、自分は劣っていて恥ずかしい存在と感じていれば、自分の力を試す機会を避けます。周りは行動するのに、自分だけ逃げていれば、その結果として、いつの間にか周りより低い位置にとどまり、本当に恥ずかしく感じるようになってしまう可能性が高くなります。そこで、ほらやっぱり俺は劣っていて恥ずかしい存在だとなります。こうなるとなおさら自分の思い込みが間違いであるとは思えません。まずはこのような心理的なからくりがあることに気づくことが大切です。心理的なからくりがあると気づいたのであれば、自分を人生の崖っぷちに追い詰めている感じ方をもう一度再検討してみることができます。再検討するとは証拠を探してみるということです。自分は劣っていて恥ずかしいという思い込みが自分を萎縮させていると思う人は、では本当に自分は劣っていて恥ずかしい存在なのか、再検討してみましょう。自分は劣っていて恥ずかしい存在という思い込みの反証を探してみましょう。小学校の時、クラスで成績が上位だった。中学の時、部活でエースだった。一度も浪人せずに大学まで進んだ。アルバイトではバイトリーダーだったなど、そこまで恥ずかしい存在ではないという証拠を本気になって探しましょう。もっと進んで、勘違いがものすごくひどい人は、自分を奴隷のように感じ、役に立たないとここにいてはいけない。立派でないと生きていてはいけない。迷惑をかけるだけだから早く消えたい。
このように本気で思っている人もいます。もしかしたら、ものすごく自己中心的な親に、親が生き延びるための、親が楽するための、親がいい思いをするための道具にされ、親の役に立たなかった時はものすごく責められて育ってきたのかもしれません。人間は誰かの役に立たなくても、また人より優れていなくても生きていていいんです。自分は奴隷ではない。みんなのように自由に生きていい存在だという証拠を本気になって探してください。証拠を本気になって探してくださいと言ったのは、本気にならないと気づかないような仕組みになっているからです。さっき、人間は誰の役に立たなくても、また人より優れていなくても、生きていていいんですと言いましたが、すべての日本国民は憲法25条で健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が保障されています。別に誰かの役に立たなくても、立派でなくても、生きられることが保障されています。これが一つ目ですが、さらにもう一つあります。健康で文化的な最低限度の生活となっています。ただ生き延びるのに最低限の衣食住だけが保障されているのではなくて、楽しく自己実現的に人間らしい生活を送ることも保障されています。親にひどい扱いをされて育った人ほど自分を雑に扱う傾向があります。そのような人はもしかしたら、ただ生き延びるために衣食住だけ自分に与えているかもしれません。例えば、自分に美味しいものを与えない。楽しいことをするのはお金がもったいないからしない。自分を旅行に連れて行ってあげない。自分にご褒美を与えない。これは文化的な最低限度の生活をしていません。当てはまる人はよかったらこのことをちょっと時間をかけて考えてみてください。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、ネガティブ感情になったときは思い込みを探そうです。例えば、惨めな気持ちになったり、屈辱感を感じたり、落ち込んだり、自分を恥ずかしく感じたときは、どんな思い込みがあったらそのような感情になるのかと考えてみてください。例えば、試験に落ちてものすごく惨めな気持ちになっているとします。試験に落ちてもそこまで大きなダメージにならない人と、ものすごくダメージになる人とがいます。ものすごく惨めになったのであれば、自分はなんでそこまで惨めになったのだろうと考えてみてください。人によっていろいろあると思いますが、例えば、学歴がない人は人間として劣った存在とか、失敗すると人間の価値が下がるとか、成功しない人はクズだのような勘違いがあるのかもしれません。よかったらそのような思い込みを探してみてください。根っこに勘違いがあったり、価値観が歪んでいると思考は現実とずれます。アダルトチルドレンは自分が絶対にこうだ
と思っていることが間違っているということがよくあります。絶対にこうだと思っていることが間違っていたら、日常生活ではトラブルが絶えません。自分は何も悪いことをしていないつもりでも嫌われてしまうことがあるということです。そのようなトラブルを減らすために、アダルト・チルドレンは思考と現実がずれているや、アダルト・チルドレンは価値観の歪みを直そうという動画も参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。